皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今これを録音しているのが4月なんですが、日本の4月ってこんなに寒かったっけって最近ちょっと私は戸惑っています。そう思ったので振り返ってみたんですけど、もうここ数年4月に日本にいないことが分かりました。というかそれを思い出しました。留学していた時からその後日本に帰ってきても4月って結構旅行していたり長期間日本にいないことが多かったです。久しぶりに4月ずっと日本にいるなということに気づきました。なので、日本の4月ってこんなに寒かったっけと最近はちょっと凍える日もありながら、戸惑いながら、生活しています。早く暖かくなってほしいなっていう気持ちもあるんですが、暖かくなったらなったでまた日本の蒸し暑い夏が来るっていうのも嫌だから、なんかちょっと、このままで追ってほしいなっていう気持ちの方が強いです。ってことで今回のテーマは日本の恋愛文化パート2です。以前の動画もパート2ということでちょっと話題がかぶっていますが、今回は恋愛文化パート2でお話ししていきたいと思います。以前に1ヶ月ほど前に上げた日本の恋愛文化という動画は見ていただいたり聞いていただけましたでしょうか？以前の動画ではどこで出会うのか、あとは日本の独特の告白文化などについてお話ししました。まだ聞いていないという方はそちらもぜひ聞いてみてください。その動画でコメントをもらって、確かにまだまだ話していないことたくさんあるなと気づいたので、今回はその続きということでお話ししていこうと思います。では早速日本の恋愛文化についてお話ししていきます。まずコメントでいただいたことで、割り勘、連絡頻度、会う頻度、そして年齢差はどのぐらい気にするのというコメントをいただきました。割り勘っていうのはご飯を食べに行った時に半分ずつお互いが食べたものを自分たちで払うだったり、お会計を半分ずつ払うっていうことを割り勘っていうんですけど、そういうのはどうやって日本のカップルはしているのとか、連絡頻度、どのくらい連絡を取り合うのっていうことだったり、そういう質問をいただきました。なのでまずはこれを順番に答えていこうかなと思います。まず割り勘に関してですが、付き合ってるカップルだと本当にそのカップルそれぞれいろんなルールがあるかなと思います。これは男女のカップルのお話なんですが、私個人的な意見としては、男性側がめちゃめちゃお金持ちっていう感じではない限り、割り勘だったり、今日は私が払うね、今日は俺が払うねみたいな感じで交互にしていたり、あとは、ちょっと高めのディナーとか行ったら男性が払ってくれるけど、カフェとか少し値段が低めのところに行ったら女性も払うみたいな感じで、バランスよくやっているカップルが多いかなと思います。まだ付き合っていない場合は、初めのデートとか2回目とかだったら男性が払う場合が多いかなと思います。女性側の願望としては最初ぐらい払ってほしいなって思ってる人が多いかと思います。特に男性側が女性側に好意を抱いている場合、そういった場合はちょっと好意を示す一つの手段として、レストランに行ったりカフェに行ったり、そういった時は全部お金を払うっていうのがルールではないですけど、そうしてほしいよねっていう願望は女性の中にはあると思います。そう思っている女性が多いかなと思います。私個人的にはもちろん男性が払ってくれたら嬉しいですけど、別に割り勘でも全然いいかなと思います。なんですけど、やっぱり初めてちゃんとしたデートに行くっていう場合は、おごってくれたらそりゃ嬉しいよなっていう気持ちはあります。なので、答えとしては本当にそのカップルそれぞれによるんですけど、
多分総合で見たら男性側の方が多く払っているかなと思います。お金があるなら、お金に余裕があるなら男性側はおごってあげるといいし、別にそうでない場合は、割り勘にしたり、今日は私が払うね、今日は僕が払うねみたいな感じで分けて、バランスよくやっていくのがいいかなと思います。そしてそうしているカップルが多いかなと、個人的には周りを見ていてもそう思います。では次、連絡頻度なんですが、これも本当にカップルによるかと思います。でも私個人的にはやっぱり男性側の方がちょっとそういうのめんどくさいっていう人が多い気がします。女性の方が結構まめに連絡したり、あとはもっと連絡してほしいって思う人が多い気がします。この連絡頻度は近くに住んでいる、すぐ会える距離に住んでいる人だったら別にルールとかも特になくお互いが毎日連絡し合うっていう人もいると思いますし、あとは別に毎日はしなくても2、3日に1回連絡するとかっていうカップルもいます。ですがちょっと遠距離恋愛とか会うのに約束しないと会えないっていう場合だと、1日1回は連絡するとかおはようおやすみとかは言うみたいな感じでルールが結構あるカップルが多いかなって思います。私の聞く感じはそういうルールをちゃんと設定してなんかお互い不安のないようにしようってしているカップルが多い気がします。でも私個人的な意見としてはいや別にルールは必要なくないってちょっと思ったりもします。別に連絡したい時にしてしたくなかったらしなくていいんじゃないって思ったりもしますが、なんかめちゃめちゃ毎日連絡し合う、友達と遊んでて今このレストランに行って次このバーに行ってみたいな感じで、毎回なんかいろんな場所に行くたびにいろんなアクションを起こすたびに連絡するっていうカップルは比較的少ないかと思います。ちょっと今日友達と飲みに行ってくるね OK とかおはようおやすみぐらいの頻度のカップルも結構多いかなと思います。なので例えば日本人の今、恋人がいるっていう方でなんか全然連絡してくれないな、私にも興味ないのかなとか俺にもう興味ないのかなって思ってしまう方もいるかもしれませんが、私個人的な意見としては日本人はそんなに頻繁に連絡し合う人は少ないかなと思います。なので別に以前よりも連絡が少し減ったからといって俺のことを嫌いになってるとかではないと思います。その本人の忙しさだったりスタイルによるので、もちろんカップル同士でいろいろ話し合って決めていくのがいいかなと思います。で、よく聞くのは付き合う前の方がやっぱり付き合いたい、好意をもっと伝えたいっていう気持ちから連絡頻度は多くて、付き合うとどんどん連絡頻度は下がっていくっていうのがあります。これは日本人の特徴なのか、それとも世界共通なのかはちょっとわかりませんが、こういう傾向があると思います。そして会う頻度なんですが、会う頻度も本当に人によると思います。毎日でも会いたいっていうカップルもいるし、週1回ぐらい会えたらいいかなとか、忙しかったら月1回になる時もあるよねみたいなカップルもいると思います。これは日本人だからこうっていうのはなくて、その人の忙しさとか本当に人によると思います。で、特に日本人は結構仕事が忙しいっていう方が多いので、その仕事がどれだけ忙しいか、それでめっちゃ疲れたからもう寝たいみたいな感じで仕事に左右される場合が多いかなと思います。では次、年齢差っていうのはその何歳離れているかってことなんですが、この年齢差はどのぐらい気にするのという、質問なんですが、これも結構人によるかなと思います。私含め私の周りだけ見るとそんなに年齢差があるカップルはいないです。私と私の彼氏は1歳差ですし、友達カップルとか見ても同い年とか1、2歳差ぐらいまで本当に同年代同じ世代の人同士で付き合ってるカップルがほとんどです。なんですけど10歳差とか15歳差っていうカップルもいます。いるのは全然います。いるんですけどやっぱり多くの人は多分、上下
5歳差ぐらいまでにとどまっている気がします。その理由としては当たり前だと思うんですけど、年齢差が開きすぎるほど世代のギャップも出てくるし、お互いのなんて言うんですかね、共通認識みたいなことも違うし、時代によって受けた教育も違うし、育った環境も違うし、全部が同じ日本であっても、同じ日本という環境にいても、その前提条件がめちゃめちゃ違ってくるので、やっぱり付き合うっていうのは難しくなってくるかなと思います。なので周りを見ていると、そんなに年齢差があるカップルはいないです。では次、これは私の日本人以外の友達のカップルとかを見ていて、または日本人以外の友達のそのコミュニティとか人との付き合い方を見ていて思うことが一つあります。それは恋人と友人は別枠ということです。別枠っていうのはその同じカテゴリーに入らない。恋人と友人はもう完全に分かれた別っていうことになります。これだけ聞くと、いや当たり前やんって思うかもしれません。ちょっと日本人と海外ではとか外国人では差があるなって思います。それは例えば遊びに行く時とかです。私が海外にいた時とか、私の日本人以外の友達だったら、ちょっと遊びに行こうってなった時に、どこかにお出かけしようってなった時に、私と私の友達で約束したとしますよね。じゃあその友達の彼氏とか彼女も別に来てもそこは問題はないです。だし、じゃあ彼氏彼女連れてきていいっていう人もいっぱいいます。で、OK じゃあみんなで遊びに行こうみたいな感じになるんですけど、日本でこれはほとんどない気がします。特に恋人の場合、そのもう結婚してるカップルとかだったら話は別かと思うんですけど、付き合っている段階の場合は友達同士のその遊ぶ約束にお互いの彼氏彼女などはついてこない場合がほとんどです。これ聞いて、いやそうやんなって思う人もいると思いますし、なんで何があかんのって思う人もいるかもしれません。なんか海外だとカップル同士のお互いの友達とかもめっちゃ仲良くなったり、遊びに行くって言ったら彼氏彼女がついてきて、みんなで遊びに行くみたいな、みんなでパーティーするみたいなのがよくあったし、全然普通かなって思うんですけど、なんでかわかんないですけど日本はこれはないです。友達だったら友達だけ、その外のコミュニティの人は連れてこない。連れてくるってなったら、なんで何言ってんのみたいな感じでちょっとはって思われてしまうかもしれません。もともと友達でそこからカップルになった。だからみんな知っている、みんな仲いいっていう場合だと話は別かと思うんですけど、全然違うコミュニティの人とそのカップルになったっていう場合は、なんか彼氏彼女を連れてくるっていうのはなしっていう人が多いです。その友達は友達同士でそのいろいろやりたいこともあるし、話したいこともあるやん。そこに恋人を連れてくるっていうのは話が違うやろって考える方が多いみたいです。私もこれはなんでって思うんですけど、なんででしょうね。ちょっと理由は人それぞれだと思うのであんまりわからないですが、なのでもし皆さんが日本に今住んでいてとか、そこに彼氏彼女を連れてきていいって聞くのはもちろん OK だし、全然いいよっていう人もたくさんいると思うんですけど、なんでっていう人もいるかと思います。でその場合はその勝手に自分の彼氏彼女を嫌っている、この人嫌っていう意味ではなくて、その友達は友達っていうコミュニティだけで遊んだりしようよ、飲み会は友達だけでしようよって思っている人が多いみたいです。これは私個人的には結構違うなっていう気がします。友達と遊んでいる時に彼氏彼女を連れてきた人は日本人の中では今までは一人もいないです。なんですけど、別に日本人以外の友達といるときはその周りの彼氏彼女がいるっていうことはよくあったので、結構違う差だなって思いました。今回は日本の恋愛文化についてお話ししました。以前に引き続きパート2ということで、新たにコメントをいただいたことだったり、私が結構違うなと思う恋人と友達に対する考え方などをお話ししてみました。
どうですかね。皆さんの国では恋人友達は一緒の枠で遊ぶ時も一緒だったり、友達の彼氏彼女と一緒に遊ぶっていうのは問題ないっていう方も多いかと思いますが、日本ではそうではなさそうな人が多いです。これはその恋人に限らず友達同士でも言えることかなと思います。なんか日本人は一つのコミュニティに違う人を連れてくる、その混ぜるっていうのをあんまりしない人たちだなって思います。例えば小学校からの友達がいて、そこに最近大学で知り合った人がおるねみたいな感じで、その人を一緒に遊びに連れていくっていうことはあんまりしないです。なんか元からの地元の友達だったら地元の友達だけで遊ぶとか、大学だったら大学の友達だけで遊ぶ、会社だったら会社の同僚だけで飲みに行くみたいな感じで、そのいろんなコミュニティの人が混ざり合うっていうことが少ないなって思います。だからこそなんか出会いの場も結構少なくなっていくというか、限られてきているなっていう感じもします。皆さんの割り勘とか連絡頻度に関する考えなど、私の周りではこういう人が多いな、私はこうするなとか、そういうのがあればぜひコメントで教えてください。またこんなことについてポッドキャストで話してほしいなど、いろんなテーマとかトピックがありましたらぜひコメントで教えてください。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをしています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこれからも動画を作り続けていくためのサポートだったり応援をしたいという方がいましたら、ぜひメンバーシップへの加入お願いいたします。そして今参加してくださった方々、本当にありがとうございます。動画を作り続けていくための励みになっています。ありがとうございます。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは。